ハローマットです。僕の後ろに見えるのはチェルシーマーケットです。チェルシーマーケットはミートパッキングにあります。でその昔マンハッタンで怪しい場所っていうと必ずミートパッキングもその名前が挙がりました。で今でこそ、おしゃれな街になりましたけど、まだね怪しい場所残ってるんですね。で今日は、この場所知らないだろうっていうところと、それから、一応最新のスポットの前も通り、最終の目的地点は勇気があったら泊まってほしいあのホテルです。では行きましょう。歩き始める起点はチェルシーマーケット、そこですね。紛らわしいんですけどチェルシーにはありません。ミートパッキングにあるチェルシーマーケットです。でここが11アベニューとウエスト15ですね。この交差点から南に歩いてきます。で歩き始めるとすぐにうるさいのがマンハッタンです。これわかるかな。これちょっと見えにくいですかね。リトルアイランドです。右側ご存知です？ヘザウェイクっていう有名な建築家の作品で、ハドソンヤードのベセットか、あと日本も麻布台ヒルズが彼の作品で、ヘザウェイクの作品だけを巡る人がいるぐらい今ね注目の建築家の作品ですが、怪しいミートパッキングがお好きな人にとっては全く興味ない話だと思います。で実はねこのビルもすごい有名なんですけど、この辺の説明はやめますね今日は。これはねハイラインでねちゃんと説明したいと思います。で僕、すごく親しい方がちょうどね2000年ぐらいに、ニューヨークに駐在されてて、よく昔話をするんですね。でその方がいつも思い出すのがやっぱりねこのミートパッキングというか、あの怪しい高架下の向こう側の話をしてくださいます。で去年の、後半も、その先輩との話をもとに実はねここ1回撮ったんですね。ですけどあまりにも強風で僕の声がほとんど聞こえなかったんで、今日改めてね撮り直しをしています。でその先輩が一番思い出す場所がミートパッキングの高架の下のあのホテルってあったっけな、まだあるのかなって言うんです。でそのホテルは Google 検索出ないんですね。でも僕は去年の暮れに自分の足で歩いて見つけました。それがねここです。僕の先輩はリバティホテルって言ってたんですけど、調べたわけじゃないんですけど、ここに来て、でホームページはあったので確認したところリバティインですね。でここはマンハッタンで唯一のダブホテルです。で要は時間貸しのホテルですね。今このリバティインをご紹介している途中なんですけど、もう一つ
今日のストーリーに欠かせないものがこの場所にあります。でそれはすぐねそこなんですけどね。でちなみにこの後紹介するジェネシスハウスはここです。でこちらの方に歩いていくと、そこがねもうリトルアイランドですね。このリトルアイランドは、今最もね人気のあるトーマス・ヘザウィックの作品です。なんですけど、おそらくこの古い時代のミートパッキングに興味のある方は今回はトーマス・ヘザウィックどうでもいいと思います。なのでリトルアイランドではなく、この錆びたゲートがもう一つねご紹介しなくてはいけない場所なんです。でここはねちょっと見えにくいんだよな。見えるかな。これね、ここにキュナードって書いてあるんですね。キュナードで、もう一つがホワイトか。キュナードホワイトラインってかすかにね書いてあるんですけど、でこの場所はというかこの桟橋は実はねタイタニック号がこの場所にやってくる予定でした。でこのキュナードっていうのはイギリスの船舶会社です。で今もねカーニバルの傘下で存在してるんですけど、クイーンエリザベス号はキュナードが保有してます。豪華客船のクイーンエリザベス号ですね。でこのキュナードっていうのとホワイトっていう、この2つの船会社で、ホワイトラインは保有してたのがタイタニック号です。で後にキュナードにホワイトラインは吸収されるわけなんですけど、このタイタニック号の処女航海ですから、イギリスからニューヨークに向かった処女航海の停泊する桟橋はこの今リトルアイランドがあるこの場所だったんですね。ですけど皆さんご存知の通り、氷山にねぶつかって、でタイタニック号は沈んでしまいます。でその後、その生き残った人たち、船乗りの人たちがどうなったかっていうのが今日の最後の目的地の話なんです。ですからここだけ先にご紹介をして元の道に戻りたいと思います。でチェックしたところ10時間まで泊まれた、10時間までステイできたり、あとね1泊も可能ですね。でこのねホテル4月の15日のインスタのヴィンテージ US かなんかにもね昔の写真出てました。だから知る人ぞ知るホテルなんですね。で周りを見渡すとそこがリビアン、第2のテスラになるんじゃないかと言われている車のショールームですぐ向かいがジェネシス。ジェネシスっていうのはヒュンデの高級なブランドです。で反対側はもう一度映すとさっき歩いてきたリトルアイランドですね。だからこういう最新のスポットに囲まれて
まだねこのリバティインあるんですね。でもう今から25年も前の話なので、僕の先輩曰く当時は企業も、いろんなことが甘かったんですね。なので、なんとか、バーとかで出会って、でこのホテルをね目指したそうです。ですごいねカルチャーショックを受けたのが、隣の部屋の音が全部聞こえるんですって。例えばもちろん声は聞こえるんですけど、壁にぶつかる音とか、なんかねプロレスしてるみたいだって言ってました。だからそういう、思い出が、詰まってるみたいですね。で今も思い出すニューヨークっていうのは、そういうねちょっと悪かった場所とか、やっぱり怖かった思い出とか、そういうことばっかりだそうです。でここがねジェネシスハウスですね。入れるかな。ちょっと一回切って見てみますね。今で中に入れて、地下で開催されている展示会もね見てもいいよってことなんで、ちょっと車をぐるっと取ったら見に行きたいと思います。ヒョンデお金かけてますよね、ジェネシスに。傘下のキアも合わせると確かね700万台750万台ぐらい作ってるんじゃないかな。僕は夢は叶いませんでしたけど、本当は自動車の会社に就職したかったですね。なのでこちらには昔はねジェネシスは1車種だったんですけど、今ブランド化してますね。こういう感じです。では地下に降りたいと思います。今ラッキーなことに中に入れて、このね体験型の展示もねほとんど待たずに入れるっていうことなんで、ちょっと喋っちゃいけないんですけど、撮影はねしていいっていうことなんで、せっかくなので中覗いてみましょう。お金かかってますね。多いですよね。今ね見終わってこれから外に出ます。結構続々と人が来ていて、この展示が始まった時はね20分以上みんなね待って入ったって言ってましたね。
まあ、今日はねラッキーでしたね。でこんな最新のスポットがあったり、はっきり言ってミートパッキングに似つかわしくないですけどね。でこれだ、これがねこのうるさいのいいですね。これがねスタンダードですね。ザ・スタンダードホテルです。でこのままさらに南に行きます。そうするとちょっと見えるかな、その正面がねホイッティニー美術館ですね。でホイッティニー美術館はアンディ・ウォーホールとか現代アートで多分ねマンハッタンで一番だと思います。ジャクソン・ポロックとかねなんですけど、おそらくミートパッキング、かつてのミートパッキング好きな人全く興味ないと思いますし、僕もねそういうことじゃないと思います、ミートパッキングっていうのは。でこれだ、ガンズポードマーケットって書いてあるんですけど、このねわずかなエリアだけ、このちょっと汚いレンガのとこ分かります？これここだけまだね精肉業者があって、全部でね5、6軒だけ残ってます。でその昔は250軒以上あったって言ってました。なので本当にこの本当にわずかのこれだけが今も残るミートパッキングなんです。でこの書いてありますね、ロンドンミートとか。あっちもちょっと僕目が見えないんですけどビーフって書いてありますね。でその向かいにあるのがこれまで昔からあるブランスモンキー、ミートパッキングらしいバーだと思います。で各ね階によってしつらいがちょっとずつ違って、屋上もあるんですね。なのですぐここがハイラインなので、ハイラインを歩いておしゃれなとこ行くのもいいんですけど、このブラスモンキーちょっと寄ってみるとかね、夕方になんかはいいと思います。でこのまま歩いていきます。だから今11を背にして11アビニューを背にして東の方に歩いてるってことですね。こういう汚いのが残ってたりとかで、上を見るとこの汚いのの上にザ・スタンダードホテルがあったりと、コントラストがねありますよね。でこのハイラインの真下にあるカフェダイナーって書いてありますよね。ここがねヘクターって言います。で今もね奇跡的に残るアメリカンダイナーで、このなんか汚さもいいですよね。で曜日によっては朝の5時からやってて、でここでそうですねベーコンエッグとパンケーキを食べるみたいな。だからもうおしゃれなお店みんな飽きたんじゃないですか。で僕もなんかねそういうのじゃないとこが落ち着きますね。なのでここはおすすめです。でこの場所がだから W の12、そしてワシントンストリートです。だから今からワシントンストリートを南の方に歩いていきます。だからここにはビンスってこれお洋服のお店ですけどがあったり、次がフランスのザディ・ボルデールかだったりで、このエリアを今ねファッションディストリクトっていうんですけど、ミートパッキングらしくないですよね。
でこっち側にシェイクシャックがあったり、意外にねおしゃれなお店が、意外にっていうか高級なお店集まってますね。例えばこれ高級ではないんですけど、このワービーパーカー、これはねショールーム型のメガネのお店で、グラスのお店で、ここで試着をして購入するのはウェブからっていうスタイルです。でこの場所でハイラインが終わる感じですね。だからここがハイラインの南の起点になります。でこの通りの名前がここですね、ガンズボードで、この交差点をぐるっと移すと、ここにサンローラン、ミートパッキングに全く縁のないサンローランとか、向こうがちょっと見にくいけどゼニアかな、そんな高級なものいらないですよね。でここがゴールデングースか、これもすごい高級ですもんね。でそういうお店が並んでいて、でこのまま歩いていきます。例えばこれクリスチャン・ルブタンか、次ねルブタンですね。これヒールのねブランドで、だからソールがレザーのソールが赤に塗ってあるんだよね。全くミートパッキングと関係のないというかお店ですね。でこっちがヘルノか、おしゃれな人多いですもんね。いやこんな街じゃないんじゃないですか。これ客層いいですけど、やっぱママンですね。ここねトイレも綺麗なんでおすすめです。結構並ぶんですよね、ママンね。でこのままさらに南へ歩いていきます。だからハイラインを歩き始める前にちょっと見に来るとかね。ほとんどねカメラを止めずに来てるんで、すごくね狭いエリアです。今日ご紹介してるのは。でかつてのミートパッキングの印象と違いますよね。おしゃれな人がね、雰囲気いいですもんね。あっちも多分30年近く前に駐在してた方々驚くと思います。今日のね天気がいいっていうのもあるんですけど、すごく気持ちいい場所になってしまいました。でここがワシントンとジェーンストリートの交差点で、ジェーンを右に曲がります。ちょっと工事してるかな。もしかしてホテルなくなっちゃってますかね。すぐそこなんですけど、ちょっとうるさいんで一回切りますね。ちょうどトラックがいなくなったので、工事してるのはジェーンの向かいですね。ホテルの向かいが工事してます。でこのホテルはおそらくマンハッタンで最もとは言いませんけど、かなり評判の悪いホテルだと思います。で Google とかね、ブッキング .com でこれ宿泊の予約できるんですけど、チェックしてもらうと、汚いとか狭いとかいろいろ書いてあります。でこのホテルも実は工事中で、本来のレセプションじゃない場所に受付があります。これ矢印書いてありますよね。今はねここから入るんですけど、なんか
搬入してましたね。でもともとのレセプションはここだ。ちょっと正面まで行って撮れますね。今正面に来ました。これが全容ですね。ちょっと広角にして全容を映します。これ見てもらうと、船の船室、船をねちょっとイメージして作ったっていうことなんで、なんとなく感じませんか？でここはね、何が特徴かっていうと、まず部屋がめちゃくちゃ狭い。で要はね、船の船室をイメージして作ってあるので、2段ベッドだったり、あともうベッドしかない部屋、そんなイメージなんです。でこのデザイン自体はシーマンズフレンドソサイエティという、協会がエリスアイランドだったと思うんですけど、有名な建築家の方に依頼をして作ってもらったそうです。で建築がね1900年ぐらいかな。だからすごく古いんです。でもう一つ、有名なストーリーがあって、ここはねタイタニック号が沈没した時にタイタニック号の船員を一時的に受け入れてるんです。だからそういう歴史のある場所です。で今、ニューヨークに限らず世界中におしゃれなホテルってたくさんあると思いますし、高いホテルいっぱいありますよね。でももしニューヨークに来て到着した日が寝るだけとか、勇気のある人、ぜひね一度ね泊まってみてほしいと思います。例えばいいホテル4シーズン泊まったんだけどとかね、そういう話ってあんまりみんな興味持ってくれないと思うんですけど、リッツがどうとか。でもジェーン泊まってるって言ったら、多くの人はどうだったって言うと思います。で僕がね受付の人に前回聞いたところ、共同の今ねバスルームのみだそうです。だからその辺はちょっと覚悟してぜひ挑戦してみてほしいと思います。で何年か先には回収しちゃうみたいですけど、今のうちにこの歴史をね、体験してみてはどうかと思います。で僕のチャンネルでは詳しいニューヨークのガイドを作りたいと思ってます。でもし面白いと思ってくださったらぜひチャンネル登録もお願いします。では失礼します。